1978年にルイーズ・ブラウンは世界で初めて体外受精あるいは IVF によって生まれました。この技術は生殖医療界に革命を起こしました。およそ8組に1組の異性カップルは妊娠が困難で、同性カップルおよび一人親は子作りに医療支援を要するため、体外受精の需要は高まり一般化し、今までに500万人以上の赤ん坊がこの手法により誕生しました。体外受精は有性生殖の素晴らしい仕組みを模倣した手法です。体外受精を理解するために、まず自然妊娠の過程を見てみましょう。驚くべきことに、それは脳から始まります。受精の起こりうるおよそ15日前に脳下垂体前葉が卵胞刺激ホルモン FSH を分泌し、卵巣中のわずかな卵胞を成熟させ、エストロゲンを放出させます。各卵胞に卵子が一つあり、大抵一つの卵胞のみが成熟します。成長し、エストロゲンを持続的に放出すると、このホルモンは子宮の成長や妊娠の準備をするだけでなく、卵胞の発達状態を脳に伝達します。エストロゲンの濃度が十分に高まると、下垂体前葉は黄体形成ホルモン LH の分泌を急速に高め、これが排卵を引き起こし、卵胞の破裂と卵子の放出が起こります。そして卵子が卵巣から放出され、指のような形の卵管細から卵管に送られます。卵子は24時間以内に受精しなければ未受精卵として死に、すべてのシステムがリセットされ、翌月に向け新しく卵細胞と子宮内膜の準備が始まります。卵子は体の中で一番大きな細胞で、糖とタンパク質からなる透明体と呼ばれる細胞外核によって守られています。透明体は体内で一番小さな細胞である精子が2つ以上侵入するのを阻止します。男性が精子を作るには 2,3 ヶ月かかり、その過程は常に更新されます。性交時の射精では1億以上の精子が放出されるものの、最終的に卵子付近にたどり着くのは100ほどで、たった1匹が透明体の鎧をうまく突き抜けるのです。受精が成功すると、受精卵は直ちに肺へと成長を始め、3日ほどで子宮へたどり着きます。そこでさらに3日ほどかけて子宮内膜にしっかりと着床します。着床すると胎盤になる細胞はホルモンを分泌し、排卵後の卵胞に信号を送り、子宮内の妊娠を知らせます。また通常の月経周期では小体する卵胞の小体を防ぎ、黄体へと変化させます。黄体は妊娠の継続に必要なプロゲステロンというホルモンを妊娠6週から7週まで生成します。その後は胎盤が発達し、約4週間後の出産までプロゲステロンを分泌します。では体外受精はどのように行うのでしょう。患者が体外受精を行う際、卵胞刺激ホルモン FSH を自然より高い濃度で投与すると、これが卵巣過剰刺激を起こし、最終的に複数の卵細胞を育てます。卵子は排卵直前に採取されます。女性を麻酔し、超音波装置を手がかりに吸引用針で採卵します。大抵の再生はマスターベーションによるものです。検査室では選別された卵子から周囲の細胞を除き、シャーレでの受精に備えます。受精には2通りの方法があります。1つ目は卵子を数千の精子とともに培養し、数時間内に自然に受精をさせる方法です。2つ目は受精の確率を最大化する方法で、針を使用して卵子に1匹の精子を注入します。この方法は特に精子の質に問題がある場合に有効です。受精後は肺を着床前に遺伝的スクリーニングにかけるか、凍結し後の妊娠に備えるか、カテーテルを用いて子宮へ移植します。通例、肺が移植されるのは受精3日後の8細胞期か、受精5日後の何百もの細胞からなる胚盤胞に成長した時期です。もし年齢や毒物暴露により
卵子の質が低い場合や、がんにより切除された場合は、ドナーの卵子が使用されることもあります。母親が子宮障害を持っていたり、子宮そのものがない場合、代理解体者や代理母と呼ばれる第三者の子宮で妊娠を遂行することができます。成功率を高めるため、35歳未満の女性では 40% に上ります。一度に複数の胚を移植することもあり、体外受精で双子や三つ子が自然妊娠より多いのはこのためです。しかし、多くの診療所では母子ともに危険の多い多子妊娠の最小化に努めています。ルイーズ・ブラウンのように何百万人もの赤ん坊がこうして生まれ、正常で健康的な人生を送っています。体外受精時の卵巣刺激による長期的な健康への影響は明確ではないものの、今のところ女性にとって安全と考えられています。遺伝子検査の進歩や晩餐化、利用のしやすさや費用の軽減によって、体外受精や関連技術による人工的な受胎が将来自然生殖をしのぐのも不可能ではありません。自分の体についてよくわからないと感じたことはありませんか？このチャンネルに登録して、抜け毛や筋肉の発達、なぜ体のあちこちに体毛が生えるのかなど、様々なことについて学びましょう。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。